でも外国の人たちは結構年齢関係なくやりたいことを常に勉強しているイメージだから、それはすごい羨ましいです。他の人が否定してきても私は私っていう人が多いかなって思います。 Hey guys and girls, it's Kathy Cat. Today we've come to Artisan Market and we're gonna go and ask the artists here what they envy about foreigners. So let's go and ask Japanese. 外国人の羨ましいところを教えてください。私が思う外国の人の羨ましいところは髪の毛の色が入りやすいところが羨ましいなって思います。入りやすい？ヘアカラーが、すごい綺麗に染まりやすいなって思っていて、やっぱり日本に来られてる外国の方ですごいウィッグのような、真紫でしたりとか真っピンクでしたりとか、そういう色ってなかなか日本人の髪ではできなくって。できないってことはなんか超染めないと出てこない。そうですね、もともとの髪が黒髪が日本人基本的に多いので、なんか色素が濃いからかわからないんですけど色が入りにくくって、そこら辺は色が入りやすい髪質の、色素が薄い外国の方がすごい羨ましいなって思います。ってことは自分も染めようと思ったことあるんですか？はい、こういう色とかに染めたいなって思うんですけど、本当1週間もしないうちに色が取れちゃうので。いい。そうなんです。なので外国の方はなかなか取れないとも聞くので、羨ましいなって思います。で今日はウィッグ。はい、今日はだからこそのウィッグです。その自分で染めたらすぐ落ちちゃうからこそ。そうですね。はい。なるほど。結構フレンドリーな人が多いので、そういうところ羨ましいなと思います。このフレンドリーはここでもフレンドリーじゃないですか、お互いは。結構人見知り激しいのでお化粧してないとダメですね。スイッチが入らなくて喋れなくなります。お化粧しなかったら結構もうこんな感じで人を避けて通ってます。なんでその差があるんですか？接客業を始めてからはスイッチが入るようになりました。仕事なんでっていう切り替えができるようになったので、人と喋るときはお化粧して外に出ます。お化粧するとなんか自分が力もらってる感じなんですか？そうですね、ちょっと別人になってるっていうか、もう本当に切り替わってっていう感じになってますね。例えばフレンドリーな外国人がイエーイでハイタッチイエーイできるんですね。じゃあメイクじゃない時にフレンドリーな外国人が来た時にはペコリちょっとなんか触っていいのかなってなっちゃうので、ある意味メイクは自分の武器みたいな。そうですね、もう武装ですね。あんまり学歴にとらわれないところ。どういう意味ですか？で、私今大学生なんですけど、留学生とかも結構いるんですけど、日本人ってこう小学校行って中学校行って高校行って大学行って卒業したら就職しなきゃいけないみたいな、こう暗黙のルールみたいな先入観がすごいあるんですけど、外国の人って結構年齢関係なく大学生やったりとか、お仕事やってても新しいことやりたいってなったら年齢関係なくまた大学入ったりとか勉強したりしてる人たちがすごい多いなっていう印象があるので、そういうのがなんかすごい羨ましいです。日本だとすごい反対されちゃうというか、空気が悪くなっちゃうから、周りのこうやりたいけどできない人たちがいっぱいいるのがすごいあれなんですけど、でも外国の人たちは結構年齢関係なくやりたいことを常に勉強しているイメージだから、それはすごい羨ましいです。ってことは来てた留学生がみんなと年が違ったりとか。あと私の大学の先生がイギリスの美術系の大学出てる人で、その大学の時の話を聞いた時に、もう向こうだといろんな年齢の人がいていろんなことやってる人がいるんだよっていうのを聞いて、羨ましいなって思いました。日本語が大変だからやだなって外国語がなんかもっと簡単そうみたいな。そうなんだろう、漢字とひらがなとカタカナとっていろんな組み合わせとかも大変だからスカイでいいじゃんって漢字がないところがもしかして羨ましいってことですか？そうですそうですいいですね。もう日本で漢字がなかったら嬉しいなってたまに思います。ひらがながあるのにね。そう、ひらがなでいいじゃん。いいじゃん、ひらがなで。すごく視野が広いところがいいなって思うことがありますね。視野が広いってどういう意味ですか？日本人は割となんか周りに左右されやすいかったりとかすると思うんですけど、割と
なんか否定から入らずにすごく広い視野で物事が見れる人が多いのかなっていうイメージがあります。例えばどういった場面に分かるんですか？ファッション的なことで言うとやっぱりこういう個性的な人とかも人によるんでしょうけどやっぱりこう可愛いって思ってくれる人がいたりとか、みんながしてるから私もするじゃなくて私はこれっていうのを持ってる人がすごいいるのかなって思ってます。そんなに流されないとか。そうですね。周りの景色とか建物とかそういうものがなんか身近にある、なんか今も残ってたり、なんかすごい昔のものとかも残ってたりするの羨ましいです。ってことはもしかして今頭の中にヨーロッパが出てるんですか？ですね、ヨーロッパとかですねやっぱりイタリアとかドイツとか、なんかここ行けたら行きたいなみたいな場所あるんですか？ヨーロッパで。やっぱりなんかノイシュバンシュタイン城が行ってみたいですね。ぜひドイツにいらっしゃってください。行きたいと思います。あ、そうなんですね。わちっちゃくて可シュバンシュタイン城も何回も行ったことあるんでぜひぜひいつか来てください。ぜひ行ってみたいと思います。自由そうに見えるっていうところがやっぱり羨ましいと思うところです。服装とかこう年齢とかいろんな性別ももちろんそうですし、こういう格好はもうしちゃいけないなとか、こういう格好は違う自分には似合わないだろうとか、そういうのでやめてしまうようなことが、例えばハワイとか行くと結構おばあちゃんだなっていう人がすごくこう堂々とビキニ着てるみたいな、そういうのが例えば日本で同じ年齢の人が同じことできるかっていうとなかなかそれにチャレンジできる人が少ない気がするとか、そういうことがなんか羨ましいなと。全体的にそういうことを服装に限らずいろんなことを自由にできてるイメージがあるところが羨ましい気持ちがあります。ってことは日本で周りの目が若干厳しい。周りの目がやっぱり強いって、周りの目を気にする気持ちが強いのかなっていう、そういう風にならないで生きていけることが羨ましいかなっていう風に思います。個人を個人としてちゃんと尊重してる人が結構多いですね。具体的に言うとどういう意味ですか？僕はこれが好き、あなたはこれが好き、そっかで終わったりとかっていうところですかね。あなたはこれが好きなのね、例えばそれが僕の嫌いなものでも、そっか僕は苦手だけどあなたは好きなのねで終わるところですかね。否定をしたりだとか、じゃあ、そこはいい感じにお互い歩み寄ったりちょっと離れた方がいいねとかっていうようなその距離感の調整とかすごいできる人が多いかなって。あんなのが好きなんて変な人っていう風に言われたら悲しくなるから、それはこの人がこれを好きなだけっていう、それがいいなって。そっちはそっちの趣味でもいいんじゃないみたいな。そうだから自分が全然趣味が違っても友達は友達でいられる人が結構多いかなって、そこは羨ましいなって思いますね。考えがすごく柔軟なところですね。やっぱり自分の意見を日本人と違ってちゃんと発言して発信して一人一人がしているっていうところがやっぱりすごく素晴らしいなっていつも思います。みんな自分をすごく持っているし、男女の偏見みたいなものもないし、そういう同性愛とか LGBT とかもすごく日本より積極的に受け入れていて、すごい素晴らしいなって思います。はい、嫌なことは嫌ってちゃんと社会に向かって言うところ、日本人はね我慢するんですよ。確かに我慢強いですね。みんな我慢強すぎてね変わらないんですよ。でも外人の人ってね我慢しないで言うじゃないですか。デモしたりとかああいうのないんで日本本当羨ましいですね。自分の世界を変えようとしてるところ。そう、もっとそういうのはするべきだと思ってます。日本まだ割と少ないですね。やだっていう感じとか、これやめましょうとか、そういうこと言うのはダメだみたいな、そういうね社会が長かったんですよ日本は。もうちょっとそこから抜けないと民主主義にならないよと思ってより良くしましょうって感じ。そうですね。これからの時代変わると思いますか？アメリカが変わってきてるんで、も
アメリカの影響にあるんですよ、日本で。アメリカが変われば日本も変わるんじゃないですかね。あまり人に流されないところ、自分の芯が意見がはっきりしている人が多いなと思います。自分がいいと思うものがいいもので、他の人が否定してきても私は私っていう人が多いかなって思います。日本でそれをするのはちょっと難しかったりしますか？我慢してしまう人が多いので、周りに合わせたりとか、それより自分に正直に好きな時に好きな格好をしてる人は可愛いし、まっすぐで惹かれます。すべての質問でした。ありがとうございます。はい、ありがとう。So, what do Japanese people envy about foreigners? We got some very, very interesting responses this time. I'm so glad. And one of those that actually struck me the hardest was when one girl said she envies that foreigners can do certain things or start new things no matter how old they are. And that ties into the fact that in Japanese culture, during a certain age, you're supposed to do a certain thing. And it's really hard to move away from that because everyone else seems to be doing it too. So it's really hard to break out of that. As an example, many Japanese people after school go straight to university. There is no such thing as a gap year. It's actually seen as something negative for many people. So people go straight to university, and it's really rare to actually see people do what you see a lot in the West is when you, for example, you finish, the kids are out of the house and then you go to university. So people who join university later in life are generally not as common. They are there, but not as common. And also there are certain age limits on sometimes entering universities as well. So that's just an example for saying that when you're in a different age, it's harder to pick up things in Japan. It's not impossible, but that's one of the things that the girl said she envies, that abroad that seems to be a lot more easier to do and, you know, change your path in life and maybe go for a different occupation or something like that. On that note, what do you envy maybe about Japanese people or people from other countries? What do you envy? Let us know in the comments down below. Also, don't forget to vote up the comments that you enjoyed. I hope I'll catch you soon for more videos from Ask Japanese. Bye! Artisan Market calls itself an underground Japanese culture expo. Artists and designers display their art freely here, and you can find everything from stationery, bag, fashion items, and more to unique inventions. From the kawaii to the bizarre, it's a crafty shopping paradise. Walking around and talking to the artists in our interviews, I could tell the inspiring mindsets of them. And designs and visitors were really dressing pretty cool there. Crazy, unique, comical. For lovers of unique items and designs, you'll find an item you will definitely love. You might also have the chance to meet some famous designers in person there, so don't miss your chance when you visit. Informations about the next Artisan Market are in the box below. Be sure to check them out.